本日は、八王子市に、本社を構えるヘルスセンシング社の金貝正智様にお越しいただき、社長様ですね、じっくりとこの当社のサービス、睡眠計測サービスについて、開発されたいろいろ器具の経緯であるとか、社長の思いとか、はい、そのあたりをじっくり伺っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらですね。もう当社でも何人かお客様に使っていただいて、高い評価をいただいている睡眠デルタですね。変わった名前ですね。そうですね。命名は、金貝様自身が。そうですね。そうなんですね。どんな思いが込められているんですか。そうですね。眠りの神様と。神様と。という意味で、はい。睡眠というふうに訳しております。はい。やっぱり神じゃなくて人ということですね。そうですね。そちらの方がインターナショナルには通用しやすいのかなというのを思ったんですね。人と JIN になると、J は発音しないようなありますので、ZINE という形にしております。SHIN というのはなかなかちょっと読みづらい発音ですので、国際性を考えてそういう形に名前にしたというですね。深い意味があると。デルタっていうこの名前も御社の特別発見されて命名された。そうですね。はい。これも睡眠時に深い睡眠の時に出てくる脳波のデルタ波。デルタ波をたくさん出たら非常にいい睡眠ですよということで、その意味からデルタというにつけてございます。了解です。出ました。はい。じゃあズバリですね、この睡眠デルタは何を測っているのか、非常に一般の方が今日聴講してくださっている方の視聴してくださっている方多いと思うので、分かりやすい言葉でご説明いただければと思います。これはですね、ベッドのマットレスの下に敷いて、全く被験者が負担が全くないという状態で何気なくデータを測定して、そしてその結果として睡眠の状態を非常に科学的にかつ正確に測定するというために作られたものでございます。で実は睡眠の状態とは一体何かというなりますと、最近よく言われている深い睡眠とか、あるいは浅い睡眠、あるいは記憶が定着されると言われるレム睡眠といった、あるいは覚醒状態とかですね、そういういくつかの段階があるんですけど、その段階を正確に分類分けして測っているというものでございまして、一晩の測定時間中のデータが非常に正確に出てくるというものでございます。睡眠、私たちの睡眠も浅い、まずは覚醒しているところから眠りに入り、そしてだんだんに深い睡眠になり、また全く違うレム睡眠というものもあって構成されている。それがどんな割合であったり、それがまた睡眠状態がまた健康状態にも影響するということで、その睡眠のところを科学的に解析できるという器具ということですね。はい、わかりました。非常にやっぱりこういう睡眠計測っていうのもある意味一般市場やはり脳波を市場に使っているところが多い中で、心臓、肺の動きっていうところを見てるということですよね。そこに着目された経緯というのは。そうですね。一番医学的に一番正解なのは脳波計なんですね。で、実際病院なんかでは病院ではもう脳波で測定するというのが非常に一般的な話で、それを測定する検査をポリソムノグラフィー検査といって病院さんでやっていらっしゃる方法です。でこれはやっぱり脳波計ですので、脳波計と7つのセンサーですね、心電図だとか眼電図、あるいは筋電図、あるいは呼吸バンド SPO2 といったような
7つのセンサーをがんじがらめにつけて一晩検査入院する検査なんですけども、この方法ですと病院だけではできるんですけど、当然普段にはできません。で私どもはそれを自宅にいても非常に簡単に測定できる、一切体にくっつけないで測定できるという方法を提案させていただいたというものでございます。じゃあ非接触、直接体に触れないし、それからご自宅でもできるっていうことが、こちらの製品の利点、大きな利点ということですね。よく私の患者様、整形に来る患者様の中にも不眠であるとか、もしくは家族に無呼吸をなんとなくあるんじゃないかって心配されたりっていうことでいらっしゃる患者様が、やっぱりその病院に泊まって検査をしたんだけど非常に環境も違っていて、もう全然それだけで寝れないのに、ああやって検査した結果って本当に正しいのかなっていう、疑問を持っている方もいらっしゃるので、ご自宅でリラックスした自分の寝具で検査ができるっていうことは非常に大きな利点と思います。了解いたしました。簡単なものでいうと、最近ってやはり手首につけるリストバンド、もしくは指輪なども出てきておりますよね。そういったものとの差もあれば簡単にご説明いただければ。やはり根本的な違いは体にくっつけるかくっつけないかということで、くっつけることによって測定する、腕の脈を測定する方法でやってるのがリストバンド型のものでございます。で私どもは先ほど言ったように全く非接触なんでございますけど、私どもの違いは完全に医学的なものと準拠しているというもので、腕とかあるいは指輪っていうのはもっともっと簡便化されたような計算法でやられていらっしゃいますので、計算の仕方とかいうのは私どもはずっとまた複雑じゃない非常により正確にという形で計算されております。生体現象っていうのを正確に脳波に近い形でデータが取れる。そうですね。脳波と心臓の違いというのは睡眠を測るのは一般的に脳波が多いんですけど、しかし2、3割ぐらいはこの心臓系から測る。で心臓系というのは先ほど言った脈波もそうですし、私のような心臓の動き、脈動を測るというのもあるんですね。でその脈動を測るというもので、それは医学的には非常に正当性があるというか、完全に認められている方法でございます。わかりました。動き、振動っていうことでいうと、その肺と心臓と、あと寝返り含めた体動、体の大きな動き、この3つの動きをちゃんと正確にどの動きかを見極めていらっしゃるってことですよね。そうですね。出てくる信号はバリストカルディオグラフィーという、日本語では診断導図という医学的なものですけど、それを分離していく、どんどん分離していって、心拍の要素であるとか、あるいは呼吸の要素であるとか、体動の要素、それとそういうふうに自律神経活動を、自律神経の動きを示すような指標も導入してございます。御社と九州大学医学部さんと共同で研究された研究が素晴らしい研究で、科学的な世界的にも有名な「ネイチャー」という雑誌に掲載されたというふうに伺っております。この研究はどんなものなのでしょうか。先ほど申しましたいわゆるポリソムノグラフィー検査、これをですね通常病院でやっていらっしゃるわけですけど、それは一晩の検査入院ですね。でそれでその時にこのセンサーを同時にベッドマットレスの下に敷いて同時測定をするんです。同時測定ですね。でそして同時測定しますと、このデータの関係とポリソムノグラフィーの
関係性が非常にこう明確になってくる。でその数ですけど約300名の患者さんを中心にして約そうですね1年間ぐらいかけてデータをずっと積み上げていってそれが基礎的なデータとなってございます。でそれをベースにして睡眠モデリングというのを AI を使ってやっていると。一番いいのが双方向的なLSTM ディープラーニングという方法であることを見出したということがいろんなトライアルをやってそれが一番いいんだということを見つけ出してそれが特許になり論文になりというような形になってございます。そのどの解析方法を使うかっていうところも適してる適してないによっていろんな結果が変わってくる。AI といってもいろんなジャンルがありますので、いろんなものがあって、それって何でもいいわけじゃなくて、この方法が一番ベストなんだという方法を選択してやっております。もちろんその中でそれを実際運用するときにいろんなノウハウがあって、そのノウハウを積み重ねながら試行錯誤しながら作っていっているというところがポイントになっておりますね。じゃあもう本当簡単に言うと非常に難しくて精度の高い根拠のあるデータを解析しているんだけれどもとてもそれが、使うユーザー側にとっては簡易な形で使えるものにものとしては落とし込んであるっていうそんなイメージでよろしいんでしょうか。でさらに付け加えますと、最初は九州大学医学部との共同研究でやって、それを対象としまして、その後は現在もずっと続いているんですけど、東京医科歯科大現在の東京科学大学医学部の呼吸器科内科の先生方と、やっぱりそれをさらにブラッシュアップするようなことをやって現在使われているのは、その最終形であるブラッシュアップされたものが使われているというものでございます。わかりました。やはりそういった九州大学もしくは東京医科歯科今でいうとこの科学大学などでは、実際臨床の場なんかでも今使われてるんですか？そうですね、トライアル的にやられております。ただその前にまだずっと試験をずっとデータを取るということを相変わらずずっと続けてまして、もう約3年間ぐらい続けているんですけど、ずっとデータをたくさん積み上げてきているということで、試験的にはいろんなお客さんとしては失礼ですけど、病院の患者様のところにいろいろとお配りして、それでそれも先生方のデータの一つになっているというものでございますね。わかりました。じゃあ今もなお論文が出た後も、ずっと解析を続けながらデータも集め、より信憑性の高い解析というところに結びついていっているということですね。拝見した論文の中では、睡眠深度に関してはかなり精度が高く、ポリソムノグラフィーと同じような結果になるんだけれども、一方ちょっと無呼吸というところで推定される無呼吸に関しては、もう少しデータを積み重ねた方がいいだろうという感じで今やはり無呼吸というのは無呼吸の定義そのものがですね、血中の酸素濃度でこれから算出するものですから、血中酸素濃度を直接測定した方が非常に分かりやすいということになります。しかしそれを測る方というのは、いわゆる SPO2 という指先にくっつけてやるような方法が非常にポピュラーなんですけど、これもやっぱり一晩中つけてやるっていうのはこれはちょっとしんどいし、途中で外れたりそういうこともありますので、やっぱりつけないでというのが一番理想形なんですね。でそうするとやっぱり同じようにディープラーニングというような AI 技術を使って私どもはそれをずっと研究して先生方と研究してやっているということで、かなりいいところまで来てるんですけど、やっぱりまだ物足りないところもちょっとありますから、まだずっと続けているというものでございます。だからあまり医学的にこれは絶対間違いないんだよというようなところまでは無呼吸の場合は至ってませんけど、かなり近いところまで来ていると思いますね。
年々データも積み重ね、そうですね、より精度が上がっていってるっていう、はい、今プロセスというところだと思います。また一方で中小企業優秀技術新製品賞の優秀賞を獲得されたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。どんな賞なんでしょうか、こちらは。これはですね、りそな財団とか日刊工業新聞というところが主催して、そうですね、全国から300社ぐらいが自慢の商品なり技術なりをで応募するんですね。で、私どもはトップ10の中に入る優秀賞というのを選ばれまして、だからまあ確率的には 3% ぐらいですか。すごいですね。でそれぐらいで何がいいのかというのは審査者に聞けないと分からないんですけど、そういう総合的にこういろいろ科学的にやってるとか、そういう一大権を非常に大切にしてるとか、そういうようなところを含めて総合的に判断されたんじゃないかなと思います。当然面談とか会社訪問とかそういうものを通じて長い時間かけてやっていらっしゃいますので、じゃあもうその製品だけを見てっていうよりも作られてきたプロセスとか、どんな思いで作られているか、いろんなことを評価していただいていただいた賞ということで、その通りでございます。じゃあもう嬉しいですね。社員様皆様も喜ばれた。そうですね。少しは苦労がちょっと報われるかなという感じのあるかもしれません。わかりました。金貝様が、今この睡眠計測というものも含めていろんなエンジニアリングなさってきた中で、これからの展望とか、改良点などをこれからどうやっていこうみたいなお気持ちがあればお聞かせください。そうですね。これをいかに世の中にこう役に立てていくかというところがもう最大の関心事でございまして。やはりこう眠りを改良したい人とか悩んでいる人とかね、睡眠症とかねで、こういう枕のような睡眠の機材というか施設を使ってやっていく、それとの関連性をこう見つけていくとか、そういうところが技術的な課題になってきてて、将来的にはですね、やっぱりそれを高齢化社会もいわゆる高齢化人口も非常にもう増えて約3分の1ぐらいが高齢者になっていく。でそういう方々の健康維持にお役に立てればそれが一番いいのかな。特に高齢者の方というのはなかなかやっぱり腕輪をレストバンドをするとか体にくっつけるというのはあんまりこう好まれないし、特に病気の方もあんまりこうやりたくないというのがありますので、実際にこう体にくっつけないでやるというのはそれなりに価値があるんじゃないかなというふうに思っております。願わくはそういういい健康状態を保って、眠りを通じて健康状態を保ってもらって健康寿命を延伸していただくというのが夢の夢ですね。いやもう十分に一歩二歩100歩ぐらい踏み出していらっしゃるので、もうじゃあますます機会が洗練されて、改良点も含めて、そして社会がどんどんこれを使っていくっていう形で広まっていくことを本当に私たちも希望しております。高齢化社会おっしゃってたその非接触っていう意味では体に触らないっていうこともなんですけど、使い方が簡易であるっていうのもすごいご高齢者の方々に大事かと思っていて、なかなか私なんかは整形外科で毎日患者さん見ていると家族と住んでる方もいるんですけど、お一人で生活してる方も結構いらっしゃって、そういう方が自分の眠りなんで眠れないんだろうとか、夜中に何度も起きて辛いだけど何が原因かもさっぱり分かんないっていう時に、このサービスを知れば本当に引いていただくだけで毎日データが飛んでっていうことでできるわけですので、ご高齢者にも優しいシステムかなと思います。逆に今度は私の方から山田先生にご質問をさせていただきたいと。お願いいたします。大変僭越ですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。
先生は普段患者さんに対して診断されていらっしゃるんですけど、この患者さんにですね、このような睡眠の測定器をご紹介いただける、どのような患者様にご紹介できると、はい、お考えになっていらっしゃるでしょうか。はい、当院は整形外科なので、一般的にはもちろん肩こり腰痛っていう方が来るわけですけれども、中にはやっぱり不眠っていうキーワードでいらっしゃる方もたくさんいます。でその不眠とか眠りの問題とか、中にはもうご家族一緒に来てる家族が無呼吸なんていう言葉をキーワードを使う方もいて、その方々の背景を考えるとですね、もちろん検査してしっかり病院にかかって睡眠科にかかってる方もいれば、家族が気が付いたり自分もおかしいなって思いながらもどうしたらいいのか、もう一歩どうしたらいいのかが分かんないっていう方もたくさんいらっしゃるんですね。症状としては、まずは眠気、昼間眠いとか、朝起きた時に頭痛があるとか、あとはとにかく夜中に中途覚醒起きる、もしくは入眠困難に寝つけない、いろんなキーワードあるんですけれども、そういう方々が、本当に病院行くべきレベルなのか、これって休めていればいいのかって悩まれるような段階であれば、私はまずこの睡眠システムを使っていただいて、計測システムを使っていただいて、どのレベルに自分がいるのかを客観的に知っていただくっていうことが大事だと思っていて、はい、それこそがまさにこの睡眠デルタの役割かなと思います。ありがとうございます。はい、つまり枕だけではなくて睡眠全体のことも非常に、はい、考えていらっしゃって、はい、それがいかに患者さんに有用であるというような手法を提供されていくというようなふうに理解させていただきました。はい、その通りでございます。でそれ以外にですね、いろいろと睡眠計測器の結果をですね、いろんな診断されるときに別の手法なんかもでお持ちになられる場合もあるかもしれませんけど、先生としてはどのようなアドバイスをですね、はい、なされていらっしゃるんでしょうかという質問でございます。じゃやっぱり分かりやすいので、このレポートをいただいた方という形で考えると、はい、やっぱりここに載っている専門的な用語っていうのはもちろんかなり勉強されていて分かってらっしゃる患者様もいれば、そうでない方もいるかと思います。で非常にこれ分かりやすいのは最終的にこのスコアが出るっていうところだと思うんですね。で御社のアルゴリズムを拝見したんですけれども、非常に緻密に、そして、科学的データ、数値のデータとその臨床的に症状であったり問題点っていうのを正確に分類分けをされてスコアをつけてらっしゃる。だからこのスコアは非常に信頼性が高いと私も思っているので、まずはこのスコアを見て全体的に自分がおよそどのぐらいのいいところにいるのか悪いところにいるのかっていうのを知っていただく。はい、それ大事だと思っています。でその中でもう一段階、ブレイクダウンというか細かく見ていった時に何が問題なのかって、これ一目瞭然わかるわけですよね。寝るまでに時間がかかっているのか、全体床の中にいる時間は長いのに実はこれだけしか眠れてないっていう効率の部分であったり、そういうのが分かるとですね、じゃあそこに対処しに行けばいいと。で私も枕は専門ですけれども、睡眠の無呼吸であったり不眠症の別にスペシャリストではないので、そこから先はやっぱり専門の病院をご案内するっていうことをしたいんです。で実はこの睡眠のスペシャリストっていうのは非常に難しくて、いろんな科のドクターがいますよね。呼吸器内科、耳鼻科、心療内科、精神科、ちょびっとだけ整形外科がいたりして、でこのどこに行くかっていうことで、実は睡眠外来を戸を叩いた時にそのドクターが何かによって
それは問題ありませんって言われちゃったり、それは問題ですって病的に治療が必要ってなったり違うと思うんですよ。その住み分けができるのが私の役割かなと思っているんですね。はい、なのでこの人の問題点はどうも無呼吸にありそうだなと思ったら無呼吸の専門の先生にご紹介する。この方は小学、顎が小さくて骨格から問題で歯並びが悪いなと思ったら歯科の睡眠の先生にご紹介する。はい、鼻詰まり鼻の問題、耳の問題があると思ったら、耳鼻科の睡眠科に紹介するみたいなことを自分ではやっていきたいし、少しそれを始めてます。ありがとうございます。いや、そういう非常に広い範囲で、その睡眠が関わっているということと、そしてそれを適正にいろんな専門の先生方に区分けするというか分類されていくというような仕事というのは、そういう先生でないとできないかもしれませんですね。だから私に似た AI がいたらできるんじゃないかと思いますけどそれは分かりませんが、そういう意味で非常にそういう患者様に、これが少しでもお役に立てれば、私どもとしては本当に妨害の幸せでございまして、ぜひとも先生にそれを推進していただくということに対しても大変ありがたく感謝申し上げます。やっぱりどんな分野でもそうだと思うんですけど、基礎をしっかり研究したり結果を出せる科学者の方たちと、私たち臨床家っていう患者さんにもう直接対面している人間とか、そういう立場役割のものっていうのが共同してこそ結局最終的に患者様にとって幸せな結果が出ると思うので、そこはぜひとも一緒にご協力させていただきながらやっていければと思います。力強い言葉をいただきましてありがとうございます。私も全く同感でございまして、そういう臨床の先生方と一緒に進められるということが一番理想形じゃないかというふうに思っておりますですね。こんなまずは小さなコラボレーションから、できればこのパターンがいろいろと広がっていく、御社の向こう側には多くの科学者であったり、もしくはその大学病院であったり、いろいろなネットワークがありますよね。で、私たちの後ろにも患者様がいたり、また別のネットワークがあったりで、これってなんか分離してるのは大変もったいない話で、そこをつなげていって、結局もう眠れない方、もしくは無呼吸で悩む方、また無呼吸がもう万病のもとじゃないですか。成人病、もしくは認知症、さまざまな病気を悪くする根源になっているので、そこを改善していけたらこんな幸せなことはないかと思います。お願いいたします。トラブルスリーピングって言って、眠りのトラブルっていう段階がありまして、スリープディスターバンスとか睡眠障害っていうレベルがあって、この睡眠外来をドアを叩く方っていうのはかなり睡眠障害を意識してそこの敷居を超えてちゃんと受診しようっていう方かと思うんですよね。で、一般の方がこの商品を見てトラブルスリーピング、睡眠にトラブルが何かありそうだな、うちの整形の外来に来るでも睡眠外来に行ってない人っていうのは同じトラブルスリーピング、睡眠のトラブル、このレベルなんだと思うんです。このレベルの方を引っ掛けて適切に判断していく客観データ、これが取れるといいなと思って、そのトラブルレベルから障害レベルのこの橋渡しをしていきたいなってちょっと私最近考えております。そうですか。やはりこの完全に測定できるという意味からいきますと、そういう病気の方をスクリーニングするというような役目というのは非常に意味があるんじゃないかという思いますですね。で、その後で先ほどポリソムノグラフィー検査など非常に詳しい検査を必要な人はやっていけばいいし、というようなところで、例えばその睡眠障害を持っていると自覚されているような方でも実際測ってみると、いやよく寝てるよとか、そういうこともあり得るわけなんで、そういったところがこういうスクリーニングによって明確になっていくということは、
患者さんを安心させたり、そういうことにつながっていくんじゃないかなというふうに思いますですけど。その通りだと思います。病気を適切に見つけ、病気だと思っている健康な人の健康を証明してあげること、素晴らしいことだと思います。はい。ますます多くの方々に使われて、日本人の睡眠がより健康に、もしかすると世界中の方々、海外特許も取ってらっしゃるので、海外にも広まっていくことを本当に記念してやみません。はい、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。